สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Lily House Podcast ครั้งที่1นะคะวันนี้คิวก็จะมารับหน้าที่เป็นพิธีกรนะคะสำหรับ Lily House Podcast นะคะทางเราตั้งใจจัดทำพื้นที่ตรงนี้ขึ้นมาเพื่อให้เป็นพื้นที่สำหรับแบ่งปันเนื้อหาคอนเทนต์นู่นนี่นั่นมากมายที่เกี่ยวข้องกับหญิงรักหญิงนะคะก็ทางเราตั้งใจว่าจะทำให้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยค่ะเหมือนแบบเป็นแหล่งศูนย์รวมสำหรับคนที่ชอบยูริอะเนาะเราจะมีการแนะนำหนังสือและอาจจะมีการสัมภาษณ์บุคคลที่น่าสนใจต่างๆสำหรับ EP แรกของเรานี้นะคะแขกรับเชิญของเราก็จะพิเศษนิดนึงค่ะคิดว่าคนที่เข้ามาดูตรงนี้ก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะคะว่าแขกรับเชิญของเราคือใครนะคะซึ่งแขกรับเชิญของเราก็คืออาจารย์อิโนริหรืออิโนริเซนเซนะคะผู้แต่งเรื่องทำไงดีเกมนี้นางร้ายน่ารักหรือชื่อญี่ปุ่นก็คือวาตาชิโนะโอชิวะอาคุยาคุเรโจซึ่งเป็นนิยายยูริลิขสิทธิ์ญี่ปุ่นเรื่องแรกของ Lily House นะคะทางเรายินดีและตั้งใจอย่างยิ่งเลยค่ะที่ได้ตีพิมพ์หนังสือนิยายยูริเรื่องนี้ให้กับแฟนๆชาวไทยได้อ่านนะคะซึ่งตอนนี้อาจารย์เขาก็อยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะไปฟังกันเลย今日のリリーハウスの第1回のポッドキャストに参加していただき本当にありがとうございます。いえいえ。私リリーハウスの Q と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。それでは早速始めたいと思います。はい。はい。先生の自己紹介と作品の紹介お願いします。はい。タイの皆様はじめまして、いのりと申します。この度リリーハウスさんから私の詩は悪役令嬢をタイで出版しました。この作品はレイという元社畜 OL が異世界に転生して推しキャラであるクレアという女性に出会って彼女に超絶猛進のアプローチをかけるという話です。作品内ではいろいろなトピックを扱ってますけれど、特に性的マイノリティについてかなり踏み込んで扱っています。タイはセクシュアリティについて先進的な価値観を持っていると伺っているので、この本がどれくらい皆さんを楽しませられるかは未知数ですけれど、多くの方に楽しんでいただけたらいいなと思っています。本日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。緊張してますか？だいぶ。私も緊張です。今、はい、すっごく緊張してます。なんか今実は私ユリが大好きなんです。はい。なんか子供の時からずっと日本の漫画や小説、はい、小説っていうか漫画だけ読みました。で私の推しは悪役令嬢は私の初めての、日本の、読んだ小説です。そうですか。はい、読んだ時はすっごく面白くてびっくりしました。ありがとうございます。はい、この作品を書いていただき本当にありがとうございます。いいえ、とんでもないです。はい、じゃあ好きの質問に移りたいと思います。はい。はい。私の推しは悪役令嬢を書いたきっかけは何ですか？ですね、私にはアキさんっていうパートナーがいるんですけれども、はい、彼女との間よくショートストーリーを書いて送り合うんですね。で、その中の一つがこの作品の元となる話でした。はい。で、もともとこの話はアキさんっていう面白い人を題材にレイっていうキャラクターを想像して、彼女がそうですね、推しにあってもうアプローチをかけるっていうお話でした。で、それを読んだアキさんがこれは面白いから続きを書いてみなよって言ってくれたので、長編用に作り直したのがこの私の推しは悪役令嬢という作品になります。なるほど、ちょっとロマンチックな気分になりましたね。そうでしょうか。はい。なんかこういうパートナーがいてよかったですね。そうですね。はい。心の支えだと思います。はい。なんかアキさんまで本当にありがとうございます。伝えてもらっていいですか？はい、わかりました。はい、次の質問です。はい。はい、私の推しは悪役令嬢のそれぞれのキャラクターが個性的で魅力的だと言われていますが、キャラクターの性格はどのように設定しましたか？そうですね。まずさっき述べたようにレイのモデルは私のパートナーのアキさんですね。はい、彼女はとてもユーモアにあふれた人で、それをかなり誇張して生まれました。
まあ、でもあと例の聡明なところもやっぱりアキさんの影響を受けてるかなと思います。はい。はい、でその他のおー。キャラクターはストーリーを書いていく上で自然に生まれていきましたね。はい。私はあまりこうかっちりキャラクター設定とかプロットを作るタイプではないので、キャラクターたちはこう流れの中で自然に生まれてくることが多いです。はい。おー、なるほど。わかりました。じゃあ、もし、アキさんがはい、クレア様に似はい、てるなら、いのり先生がレイに、あ、すいません。間違えました。アキさんはクレアうん、様、違う。アキさんがレイに似てるはい、っておっしゃいましたね。はい、はい。ということは、いのり先生がクレア様にというわ似てるけでもないということ。んですけど、というわけでもないですね。なるほど、わかりはい。ました。本当にそのレイとクレア様の性格があ、あ本当にりがとうござ大好きです。います。私、面白い、本当に面白かったです。はい、OK。次の質問に移りたいと思います。はい。いのり先生は猫派ですか、犬派ですか？レイとクレア様を動物に例えると何ですか？そうですね。私自身は完全に猫的な性格なので、ついはい、先日までは犬派だったんです。はい。なんですけど、最近猫を飼いたくてしょうがないです。うーん。うん、自宅がペット不可なので、ちょっと叶わぬ夢なんですけどね。はい。はい。で、うーん。二人がどっちに、何に似てるかっていう話ですけれど、はい。レイは例えばゴールデンレトリバーみたいな人懐っうーこい大型ん。犬。はい。で、クレアは多分気ぐらいの高いペルシャ猫っていう感じじゃないでしょうかね。はい、そうですね。私は私を読んだ時もはい。なんだろう、霊は犬かなと思ってそしてクレア様が猫、絶対猫だと思いました。ですよね。はい、なんかはっきり分かりやすいですね。その二人の性格は。そうですね。はい。あと、はい、次はい。の質問に。はい。あの先生が小説を執筆される際の具体的な方法についてお伺いします。はい。はい。まずどのようにプロットを作成されますか？そうですね。えっと、ナナテリーっていうアウトラインプロセッサーと呼ばれるものがあるんですけれども、普段はい。はそれを使って書いてますね。うーん。はい。ナナテーリー、なんか聞いたことないそうですね。多分もの。日本の中でしか使われてない多分、ローカルはい。なアプリケーションだと思います。おー。はい。なんか日本人が作ったものですか、それそうは？ですね。それは。はい。フリーウェアです。はい。なるはい。ほど。あとではははい。あ、あとはすいません。ダイナリストっていうウェブで、使える、なんていうの、あれはアウトラインプロセスじゃないんですけど、はい。メモ帳みたいなものを使うこともあります。なるほど、わかりはい。ました。その小説を執筆するときに、はい。まあ、大体どこで、するんですか？あ、それはもうほとんどほぼ自宅ですね。自分のうー部屋です。ん、うー本当はん、スターバックスとかファミリーレストランで執筆するっていうのも憧れるんですけど、貧はい、乏なのでできません。はい。なんか、タイでもそういう、スターバックで、はい。なんだろう、仕事をする人が多いなんですはい。けれども、ああ、まあ、高いですね、ス高いですターバック。よね。はい。私も行けないです、自宅で仕事をします。はい。はい。じゃあ、その小説を執筆するときには、まあ、はい。ストレスとかはありましたか？ああ、やっぱりそうですね。うん、うまく筆が乗っている時、筆が進んでいる時はいいんですけど、詰まっはい。てしまうとストレスはかなりかかりますね。うーん。じゃあ、ストレスがあったら、どういうふうに解消するんですか？聞いてもいいですか？ええ、そうですね。まあ、寝るか食べるかですかね。寝る私も同じです。はい。なるほど。わかりました。じゃあ、はい。次の、質問に移りたいとはい。思います。私の推しは悪役令嬢の、小説版しか
読んだことのないファンの方からのご質問です。小説版と漫画版の内容は同じですか？大きな流れは同じなんですけれども、違う部分もかなりあります。はい。漫画は1話ごとにオチと引きを作る必要があるので、その部はい。分を漫画担当の青野下先生がすごくうまく書いてくださってます。はい。なで、るもしリリーほど。ハウスさんが漫画のタイ翻訳を出してくれたら、ぜひ読んでみてほしいと思います。欲しいです。漫画版を出したいです。なんかそうですね。私も私の漫画と小はい、説同はい、時に読んでます。はい、で、まあ大体内容は同じなんですけれども、それぞれの魅力はい、的なものがあって、はい。漫画でも小説でも読んで本当に両方楽しいですね。面そうですね。両方白いです。楽しんでいただけると嬉しいですね。はい、そうです。あとは次の質問に移りはい、たいと思います。はい。私の推しは悪役令嬢の中で一番好きなキャラクターは何ですか？誰ですか？すいません。やっぱり主人公のレイですね。はい。はい。レイは決して完璧な人間じゃなくて、欠点もたくさんあるんですけど、すごくはい。ユーモアがあって、で、自分うん。の考えをしっかり持っているところに好感が持てますね。はい。はい。あと、やっぱりレイはアキさんに似てるので、うーん。はい。なるほど。またロマンチックな気分になりました。いいですね。本当はい。に。アキさんのおかげでそういろいろ。ですね。はい、わかりました。じゃあ、はい。早速次の質問に移りたいと思いはい。ます。私の推しは悪役令嬢をアニメ化する可能性はありますか？可能性はあると思いたいですね。思いたういという願望ですーん。けれど。はい。今年の、あれはいつだったかな。6月だったかそのくらいだったと思うんですけど、はい。はい。アニメジャパンっていうジャパニーズアニメの一大イベントがあったんですね。はい。で、そこでアニメ化してほしい漫画ランキングっていう催しがあって、はい。私はそこで5位にランクインしました。すごはい。いですね。5位。はい。5位、そうなんですよ。はい。で、コミカライズのおかげで国内での知名度も少しずつ上がってますし、はい。あと何よりありがたいことに私は国外に広くファンがいるので、そういうはい。方々の要望の声っていうのは非常に強い応援になってます。はい。で、うー私自身ん。もアニメ化はとても望んでいることなので、皆さんに、タイの皆さんにもぜひ応援していただきたいと思います。はい。応援します。ありがとうございます。すぐ、なんだろう。私のアニメを、とっても見たいですね、私。私も見たいです。はい。なんか、レイと、クレア様がはい。動いてるですか？動いそうですね。てる、アニメを見たいです。見たいですね。あと、どんなはい。声がつくのかなとかね。そうです、そうです。なんか、先生が、なんだろう、好きな声優さんいますか？それはあれですか？このキャラクターにはどういう声がつくといいのとかそういう話ですか？そうです。はい。そうですね。何回かこの話題出てるんですけど、ファンの方とやりとりするんですね。はい。で、なんか、イメージが違うって言われちゃうんですけど、うーん。あの、例えば、例だったら、戸松遥さん。はいはい。あ、知ってはい。ます。で、クレアだったら、沢城みゆきさんがいいかなと思ってます。いいと思います。クレアはもっその、と声が高いようなイメージがあるって言われちゃうんですけどね。はい。なるほど。はい。おー、びっくりしました。ちょっと。でもいいですね。その二人はい。の声優さんが、はい。有名だし、はい。次の質問に移りたいと思います。はい。私の推しは悪役令嬢が終わった後、新しい小説を執筆する計画はありますか？はい。いくつかありますね。はい。新規に書くっていうのもありますし、あとは過去に書いて公開してない小説を今の自分の腕だったらもっと面白く書けるのかなっていうふうに感じてます。
はい。はい。でも、しばらく当面の間は、癖になっていう、私をクリア視点で最初から振り返った話、これ、ピはい。チブファンボックスで公開してるんですけど、そちはい。らを、終わらせることに集中するつもりでいます。なるほど。まあはい。私はその、クレイ様の、視点はい。はい。の、なんだろう、小説まだ読んでないですけれどあ、はい。も、将来的には、なんか、あの、クレイ様の視点の本とかを出はい。す計画とかああ、ありますか？それはまだ秘密ということで。秘密ですか？はい。わかりました。はい。OK です。あ、さっき聞き忘れましたけあ、はど、い。今私の、なんはい。だろう、出版されている、はい。外国は、はい。まあ、何国ありますか？何国っていうか。そうですね。韓国、北米、はい。タイ、あはい。と、ブラジル、ブそラジル。はい。れから、あと予定があるのがスペインうーとベトん。ナム。はい。なので、今のところ予定があるだけで6カ国はい。と、あと、交渉中なのがあともう何カ国かあります。はい。すはい。ごいですね。なんか、正直と言うと、私、はい。日本の漫画、ずっはい。と読んでいて、はい。で、まあ、こういう有利小説を、まあ、はい。何カ国、ね、すみません、日はい。本語わからないですけれどはい。も、出版されているのは初はい。めて見ました。あ、そうですか。ああ、光栄ではい。すね。はい。なんか、なんだろう、本当の有利小説みたいな感じ。なんか多分、こういうの少し前、が言っちゃダメ。多分、少し前にマリア様が見てるっていう、そういうライトノベルがああったと思う。あれが多分何カ国かに翻訳されてると思いますね。あ、今多分手そうでに入りにくいすね。と思いますけど。はい。はい、多結構分。古いです。はい。私も読みました。でも、はい。漫画だけですね。あはい。OK です。はい。じゃあ、次の質問です。あ、はい。これはちょっと、また個人的な質問なんですが、はい。お付き合いされている方はいらっしゃいますか？聞いてもいいそですか？うですね。いや、大丈夫ですよ。そうですね。先ほどから何度か名前を出しているアキさんがひょっとしたらそれに当たるのかもしれないんですけど、はい。彼女と私の関係はすごく複雑なんですね。うーなので、ん。恋人という言葉で表していいのかどうかちょっと迷うところです。はい。はい。なるほど。わかりはい、ました。でも、恋人ではないかもしれませんけど、おはい。互いとても尊敬してますし、誰よりもこう、お互い必要としていることは確かです。いいですね。私もそういうパートナーが欲しいです。まあ、先生の話を聞いて、ちょっと、照れちゃう。すいません、日本語がいえいえいえ。うまく使えないので。はい。じゃあ、次の質問に移りたいと思います。はい。先生の LGBTQ に関する視点を教えていただけませんか？はい。そうですね。私自身が性的マイノリティであることもあって、その関はい。心だけは昔から強くありました。はい。はい。うーで、今回発ん。売になった第1巻にも、同性愛者に関する偏見とか誤解について、かなり踏み込んで書いたつもりでいます。はい。で、思うんですけど、性的マイノリティっていうのは過剰に悪く書かれるか、あるいは過剰に神聖化されて書かれることが多いような気がするんですね。はい、なので、そうですね。はい。性的マイノリティのこのリアルな感じを理解してもらうには、その私たち自身が声を上げるしかないのかなっていうふうに考えてます。はい。はい。あとそうはそうですね。ですね、マイノリティっていうのは数が少ないっていうだけの話なので、それ自体は罪でも罰でもないっていうのはちょっと強調しておきたいところですね。はい。で、私たちがこう、当たり前の生活を送ることができるように、社会に対して、こう、なんでしょう、理解と必要な権利を求めていく必要があるのかなっていうふうに考えてます。なるほど、わかりました。はい。なんか先生が言ったことは、なんだろう、すごく理解しているみたいな感じ、感じがしてます。ありがとうございます。はい。なんか私を読んだ時に、
こうはい。いうなんだろうLGBT についての、はい。内容があって、なんはい。正直というとちょっとびっくりしました。なんあか初めてこういうなんだろう LGBTQ の内容が入ってるあ、はい。有利小説を読みました。ああ、そうですこうね。いう、小説を書いて本当にありがとうございます。ああ、いえ、とんでもないです。はい。で、ちょっと聞きたいなんですけれども、はい。今日本のはい。LGBTQ の現状はどうなっているんですか？そうですね。その理解を深めようっていう動き自体はだんだん高まってると思いまうん。す。ただ、はい。それはどちらかというと、まだ他人事の話なのかなっていう気がしますね。うーん。自分がその当事者になったり、利害関係が発生したりすると、まだまはい。だ保守的な価値観で行動したり、発言したりする人が多いかなっていう感じです。はい。それはタイと一緒ですね。ああ、そうなんですね。はい。なんか、なんだろう。他人のことみたいなはい。やってるみたいな感じです。ああ、そうはい。ですか。はい。じゃあ、次の質問に移りたいと思います。はい。はい。もしタイに行く機会があったら、やりたいことや行きたいところはありますか？ああ、そうですね。タイの地名をあまり私知らないんですけど、はい。例えば、ラチャダの鉄道市場、市場。はい。あそうーこはちょっと見てん。回りたいなと思ってます。はい。その、おー。果物が大好きなんです、私。はい。で、ただ、日本で南国の果物ってすごく高いんですね。なのそうでで、すね。はい。タイでその本場のトロピカルフルーツを味わってみたいです。なるほど。わかりました。はい。ちょっと残念ながら、ラはい。チャダ鉄道市場がつい先日というか、え、先月、クロスしました。もう、ないないです。んです残念でか？すね。そうあ、です。そうなんですか。コロナの影響で、あまあ、全部、なんだろう、日本語は何ですか？潰されちゃった。そうです。されました。あら、はい。なんと。だから、大丈夫ですよ。もし先生がタイに来たら、いいところを連れて行きます。そうですか。ありがとうございはい。ます。フルーツいっぱいあるところがありますあ、ので、そうですか。はい。なんかタイは一年中、なんだろう、トロピカルはい。暖かいとのフルいうか。ーツが、そうですね、がありますので、はい。もし来たら、いろんな、美味しいフルーツのところに連れて行きます。はい、お願いします。はい。好きな、果物は何ですか？そうですね。えーと、あれはなんだろう。マンゴスドリアン。チンってあります？ドリマンゴステア、ィンドリアはちょ好っときじゃないです匂いが多か？分耐えられないから。なるほど。なるはい。ほど。わかりまドした。リアって美味しいマンゴんですか？スティンが、わた、ん私にとっては、ちょっと好きじゃないです。匂いが強いので、あんあまり好きじゃないですね。はい。でも先生がマンゴスティンが好きですか？はい。なるほど。タイのマンゴスティンはすっごく安いですよ。あ、そうなんですか。はい。1キへえ。ロは多分100円くらい。え、すごい安い。日本だったら多分そうです。100倍ぐらいするんじゃないかな。100倍ですか？ 1000 円く多分。らい？ いや、多分、1キロ買ったら1万円ぐらいするんじゃないかな。1、1万円ですか？多分。高いですね。なるほど。わかはい。りました。じゃあぜひはい。タイに来てください。はい。OK です。はい。じゃあ、好きな質問。はい。これは質問じゃないですけれども、読者の方からのコメントです。はい。僕の家にグリーンカレーを食べに来てください。美味しいですよ。そうですか。ありがとうございます。ですね、私、大学の時に、はい。タイからの留学生の友達がいたんですね。うーん。はい。で、彼女からグリーンカレーの作り方を教わったことがあるんですよ。はい。はい。なんで、うん。今でも実はグリーンカレー家で作ります。本当はい。です美味しい。か？はい、作ります。美味しいですよね。え、
先生が作ったグリーンカレー食べたいです。私。そんな本場の方に食べられたらちょっと緊張するじゃないですか。いやー、そんなことないですよ。なんか正直と言うと私あんまり本物のグリーンカレはい。ーをあんまり好きじゃないですよ。あ、そうなんですか。はい。でも日本にいた時に、まあ日はい。本人のオーナーのええ、タイ料理屋さんはい。で働いて、ではい。その店にあるグリーンはい。カレー、なんかはい。その日本人が作ったグリーンカレーがすっはい。はい。ごく美味しいです。あ、そうなんですね。はい、そっちの方が何が違うんだろ好きです。そうですね、わからないですけれう。ども、はい、本物の味が辛くて、はい。油っぽいですか？ああ、どういう風ココに説明ナッツミルクの脂すればいいか。肪分でしょうかね。そうですね。うん。なるほど。わかりました。じゃあ、はい。まあ、料理といえば、はい。先生が好きな食べ物は何ですか？好きな料理。ああ、何ですかね。ああ、パスタとか結構好きですけどね。おー、パスタ。簡単にな、できて美味しいというのが。はい、そうですね。はい。まあ、日本にいた時は、はい。イタリアレストランいっぱいはい。はい。いっぱいありまあった気すね。がします。はい。はい。なるほどね。日本人がパスタが好きということが分かりました。はい。OK です。はい。じゃあ次の質問に移りたいと思います。はい。はい。いのり先生が好きなゆり漫画ベスト3を教えていただけませんか？あ、ベスト3ですか。はい、ベスト3。迷いますね。迷いますね。じゃあ3位から。はい。お願はい。第いします。3位は、三河内先生の不揃いの原理。はい。で、第2位は、中谷二葉先生のやがて君になる。はい。で、第1位は、私の漫画版っていうのは多分反則なので、伊藤出雲はいはい。先生の街角魔族ですね。わかりました。なるはい。ほど。先生がおっしゃった、はい。3位はい。というか、全部の、3つの作品は、はい。まあ、3位と、1位はまだ読んだことないですあ、けそうですど、か。はい。はい、2位はすっごく大好きです。やがて君になある。あ、はい。はい。この作品も、タイでは結構、有名です。あ、そうですか。すごく面はい。白いですよね。そうですね。で、実はこの「やがて君になる」を翻訳した人は私なんですよ。あ、そうなんですか。すごいそうです。ですね。いえいえいえ、そんなこええとないですよ。ー。ああ、すちょっとごい。自慢してるみたいなことを、そんなことないですよ。いや、伝えたいそれはだけです。誇るべきだと思います。いえいえいえ、そんなことないです。わかりました。じゃあ、はい。3位と1位はい。読んでみます。あ、はい。ぜひ読んでみてください。もう最後になりました。はい。本当にあっという間にですね。あっという間ですね。はい、最後にこのインタビューを聞いているタイファンに何か言いたいことはありますか？あ、はい。じゃあ、そうですね。これを聞いてくださってるってことは、多分、私の作品を買ってくださったか、興味を持ってくださった方だと思うので、まずはそのことにお礼を言わせてもらいたいと思います。はい、遠く離れた島国からの本に興味を持ってくださって、本当ありがとうございました。リリーハウスさんのおかげで、タイ語翻訳は本当に素敵な本になりました。もしあなたが私の作品を楽しんでくれたら、それはすごく嬉しいことです。で、もし皆さんが続きや漫画版を読みたいと思ってくださったら、きっとリリーハウスさんが実現してくれると思います。はい、ありがぜひとうございご家族が、ます。ぜひご家族はい、やご友人に勧めていただければ嬉しいです。今日は素敵なはい、機会をくださってありがとうございました。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、私はこのリリーハウスを、はい。日本語わからないです。すみません。このリリーハウスを設立ですか？設はい。立して、はい。で、私は私の推しは悪役令嬢のはい。小説をはい。太鼓判に
まあなんだろうするですかするチャンスはいをくれて、はい。本当にありがとうございます。いえ、とんでもないです。こちらこそありがとうございます。とんでもないです。なんかこれからも先生といろいろな、はい。まあはいユリ関係のはい。ことをはいやっていきたいと思います。はい。ありがとうございます。本当にありがとうございます。はい。今日本当にありがとうございます。はい、ありがとうございました。お疲れ様でしもた。し次回はいお疲れ様です。もしまあ好き何かチャンスがあれば、はい。まあなんだろうもちろん先生とお話ししたいと思はいいます。。またよろしくお願いします。はい。今日お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。はい、失礼します。はい。ก็จบกันไปแล้วนะคะกับ Lily House Podcast EP แรกนะคะเป็นยังไงบ้างคะเนื้อหาต้องขอโทษด้วยนะคะพูดภาษาญี่ปุ่นไม่ค่อยได้เลยก็จะติดขัดไปบ้างก็หลังจากนี้นะคะทางLily House ของเรานะคะก็จะนำเสนอเนื้อหาคอนเทนต์ที่น่าสนใจอีกมากมายผ่านพอดแคสต์ตรงนี้นะคะก็สำหรับคนที่เข้ามาฟังแล้วรู้สึกว่าน่าสนใจหรืออะไรยังไงก็อยากให้ติดตามกันต่อเนาะหรือสามารถเสนอคอนเทนต์ที่น่าสนใจมาทางแอดมินเลยก็ได้ค่ะทางเราก็พร้อมที่จะรับเรื่องอยู่ตลอดเวลานะคะหลังจากนี้ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะฝากพอดแคสต์ตรงนี้เอาไว้ด้วยนะคะเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะ